皆さんこんにちは。今日はボスポラス海峡を隔てアジアとヨーロッパにまたがるトルコ最大の都市イスタンブールへの学会旅です。歴史と文化の交流点として古くから栄え、異国情緒あふれる街として多くの観光客に愛されるイスタンブールの魅力をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。今日は学会旅イスタンブールに行ってきます。イスタンブールへはドーハから直行便で4時間半、2つの空港にそれぞれ就航しています。今イスタンブールのサビハ国際空港に着きましたけど、イスタンブール空港と両方に4便かな就航してるんですけど、なぜかこちらは安いのでお得です。ヨーロッパ側のイスタンブール空港と国内線が充実したアジア側のサビハ空港がありますが、僕はもっぱらサビハ空港ですね。さあではこれでメトロに乗りましょう。イスタンブールは観光名所が多い旧市街、ちょっとおしゃれな新市街、そしてアジア側に分かれますが、今回の旅ではホテルも毎日変えてそれぞれの街の様子を感じていただけたらと思います。地下鉄駅を降りたらいきなりトルコイスタンブールですね。まさにこの海峡と、そして猫、海峡で隔てられた3つのエリアをつなぐのに欠かせないのがこのフェリーですね。さてそろそろ今日泊まるホテルを探しましょう。この景色のいいホテルじゃないですか。見てください。なんといっても海峡沿いに新市街を望めるこの景色、これで決めちゃいました。これはゴングレだ。外国ではよく魚のエラをむき出しにして新鮮なのをアピールしてますけど、いやでも見てください、これまだ生きてますよ。この辺でサバサンド食べたらいいんじゃないですかね。ありましたよ、魚市場のど真ん中に名物サバサンド屋さん。骨も丁寧に取ってくれてるんですね。魚を売ってる店の前でサバサンド食べれる。
ただきます。サバサンドうまかったですね。いや、ここの通り結構いい魚屋さんあるし、チーブリもうまそうや。ナイス。Thank you very much。 すごい色が綺麗ですね、このさあ、今日から学会です。真面目に頑張りましょう。イスタンブールってよく学会の会場に利用される都市なんですよ。学会もね、真面目に勉強だけじゃなくて少し観光の要素、大いに観光の要素が関係してくるので、ある程度の規模の都市で交通の便が良くて、そして観光的に非常に素晴らしいところなので、イスタンブールとかは非常にいい候補地になります。こちらが我々の病院のブースになります。私も肺移植の担当なので説明頑張ります。さあ、お昼ご飯の時間です。みんなランチボックスをもらいに行ってます。じゃあ行きましょう。いつも定番のランチボックスですが、これも何種類か種類があります。これはモッツァレラ、これはハマンチーズ、これはベイビーチキン。なんか上から見ると全部一緒や。これはなんじゃろう、ケーキ。これはリンゴです。それとお手拭き。さあ、もう今日は十分勉強したでしょう。それでは街に繰り出しますか。今日は学会がなんかカードくれましたけど、地下鉄構内のタイルの装飾がすごい綺麗なんですよね。立派なモスクですね。これもまた楽しかったですね、これ。これ下りだからいいけど、上りの人大変やな。いや、ここのシャワルマうますぎ。さっきのシャワルマ美味しかったですね。カタールでもね、シャワルマ普通にあるんですけど、あんな風に肉の間に野菜とか挟んで一緒に焼いてるシャワルマってないんです。イスタンブールはどこでも釣り人を見かけるんですが、特にこのガラタ橋の上は最高の釣り場なんでしょうね。これは釣り具屋さんだな。Is this bait? Medium. Medium. すごいサバのいい匂いがしてきました。以前ね、イスタンブール来た時ここでサバサンド食べたんですけど、また食べようかな。Oh, this
this is different. フェリーに乗らない時や急いでる時などは地下鉄も3つのエリアをつないでるのでとっても便利です。今日の宿はコングレスセンターのちょっと近くの結構ややこしいところに取ったんですけど、この辺治安大丈夫かな。これ部屋の中に入ってみると、キッチンもついてるし必要最低限のものはあるって感じでしたね。今日はね、今から学会のウェルカムドリンクがあるので行きましょう。学会のこういったホスピタリティも年々質が下がってるような気がしてるのは僕だけでしょうか。他のスタッフはイスラムだからワインとか飲まないんですよね。なのでちょっと気が引けてますけど、僕はワインいっちゃいます。だんだん盛り上がってきました。これでお酒を飲んでいてもあんまり心苦しくありません。ここはなんか地元の人が生活してるって感じしますね。ここを曲がったところにターキッシュブレックファーストの美味しい店があるとフロントの姉さんに聞きましたが、ここですね。結構なかなかいいとこじゃないですか。ターキッシュブレックファーストは本当に食べきれないぐらい出るんですよね。これちょっとおつまみのサキイカに似てますよね。これがトルコの紅茶なんですけど、なんか2段式で一番下は保温器なんですが、上側のちょっと濃い紅茶を入れて2段目のお湯を注いで、好みの濃さにするみたいです。いや、あんなに出てくると食べ過ぎちゃいますね、朝から。旧市街に出てくるとなんか古くて趣がある駅に出会ったので少し散策してみますね。この古い駅舎の一角でお茶が飲めそうだったので注文してみました。ついでに作ってるところもお邪魔してみると歴史を感じさせる紅茶マシーンでも作り方は先ほどと同じですね。The top of it. Yeah, the tea. I see. This is only for tea, not for coffee. Bottle. I see, I see. Okay. You make a coffee as well? Turkish coffee. Yeah. あれ、もしかしてオリエントエクスプレスが出る駅なんですかね。実はそうだったんです。まさにこの駅が1977年まで続いたパリ・イスタンブール間を結ぶ豪華な国際寝台列車オリエント急行の終着駅でした。当時のヨーロッパの貴族や上流階級の人々にとってはイスタンブールは神秘的なオリエントの街だったんですね。今お姉さんに聞いたらこの電車はベニスから来たそうです。ここに書いてありました。ベニスからイスタンブール。これいいね。ちなみに映画007の第2作でジェームス・ボンドがオリエント急行に乗り込むシーンはこのシルケジ駅で撮影されたそうですよ。
なんか幻想的でいいですね。下にこう水が溜まってるっていうのが何とも言えませんよね。いやーすごいですね、この大理石の柱。1本美味しそうなので買っちゃいました。今日はオルタキョイというところに泊まるんですけど、なんかここも夕方むちゃくちゃ人が集まってます。ここは旧市街と違ってほとんどなんかアジア人の観光客っていませんね。なんかアウェー感があります。見てください、この階段おしゃれですよね。でもこのホテルは絵が有名なのかな。いろんなところにおしゃれな絵がかかっていました。イスラム圏にあるスターバックス。でもお土産物屋さんたくさんあるから、観光客はたくさんいるんでしょうね。これは日本でいうと何の変哲もない橋ですが、アジアとヨーロッパをつなぐ橋だと思うとスケールでかいっすよね。すごい同じ店がたくさんありますね。これ全部同じ店ですよ。なんでこんなに同じ店ばっかり続いてる。Hello, this is the mussels. Oh, this one's fine. Good. 僕ね、結構レストランでご飯食べるよりもこういうなんか地元のちっちゃなお店でいろいろテイクアウトしてなんか美味しいものをちょっとずつ食べるっていうのが好きなんです。なので今日は楽しい部屋飲みになりそうです。でもうわ、これは石炭ですね。下の方には薪で、これはラムだそうです。聞いたらこれはマッスルのフライです。これは中に米が入ってますね。これは美味しかったな。Thank you. お酒屋さんがあります。ちょっと美味しいお酒仕入れていこう。おじさんに聞いたらこれを勧められましたね。地元のビールらしいです。これ今でも使ってんのかな。なんとこちらもご飯入りでした。味見して買わなかったからノーマルなやつかと思ったら実はこっちと一緒でした。今日は晴れたけど暑いね。それでは頑張って仕事していきましょう。今日もイスタンブールは急にゲリラ豪雨ですね。今日泊まるホテルどこか分かりますか？実はですね、ここなんです。これがホテルのフロントになります。お部屋は簡単なキッチンと
奥の方に行けばくつろげるスペースがありました。ベッドはというとちょっと中2階みたいなところにあって、落ちないようにしないと。今日のお宿はちょっとフロントはびっくりしましたけど、部屋に入ってみるとおしゃれな感じで過ごせそうです。地下着は衝撃のこれです。今日は雨も降ってるし、トルコ式のハマームに行ってみようと思います。綺麗になるかな。なんかむちゃくちゃ道混んでるな、これ。これがトルコ式風呂、ハマームの店だな。よし、レッツゴー。昨日のホテルにほど近いアガハマミは1454年に建てられたなんとイスタンブール最古のトルコ風呂だそうです。道理で大理石の岩盤浴を備えた大浴場はまさにテルマエロマエ。こんな個室に通されましたけど、中はすっぽんぽんでよくって、なんかタオルとかいろいろ渡されましたね。こんな感じになってます。お風呂で赤すりしてきれいになって、これからマッサージを受けに行きます。なんかマッサージされて体がほにゃほにゃになったような気がします。帰り道にオリーブの木を使った工芸店のようなものがあったので立ち寄ってみました。ここがなかなかおしゃれでしたね。見てください、これ椅子ですよ。一目惚れしちゃいました。このカレーすごいな、なんかイボイボがついてる。このサバラップ美味しいですよ。やっと見つけました。アンチョビーノフライ。今日はあれをつまみに一杯やろうかと思ってます。これはリーズナブルなホテルについてる朝食です。だいたいこんな感じですね。おいおい、俺の席で寝るなよ。お前ちょっと近すぎ。グランドバザールにやってきました。一応ね、ここは外せないでしょう。ということで行きましょう。
がたくさんありますけど、これはイスラム教だから礼拝の前に体を清めるんですよね。What is this one? Silk. Okay. I don't know. I have no idea. なんだ、この店めちゃくちゃ並んでる。すごい電線だな、これ。これ炭火ですよ。Japonları yapıyoruz, önüne bir şeyler koyuyoruz. Tamam, tamam abi panik yapma. うまそう、これいただきます。美味しそうなアラビックのスイーツがたくさん。でもドーハでもこんなカフェ見たことあるな。このお店も創業50年以上という老舗のカフェらしいんですが、まあグランバザールの中にあるお店ってほとんどがそれぐらい古いんじゃないですかね。それからこれもうね、何とも言えず甘さ控えめでクリーミーで、いやめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ行ったら食べてみてください。今日はイスティクラル通りの近くにあるホテルに泊まります。今日のホテルはこの丘の途中にあるらしいんですけど、また探さないといけない。このホテルは新しく建ったんですかね。非常に内装も綺麗で、なんか気持ちのいいホテルでした。ホテルレセプションもいかにもロビーって感じがして安心できますね。あれは何？なんかドームみたいなのがたくさんある。わあ、植物市場だ。はは、さっきのドームの正体はなんかバザールですね。あ、ここも歴史的なんだ。こういう古い階段が残されてますね。まあしかし観光客多いですね。
これは高知とかでめっちゃ高い赤サンゴなんですかね。こっちのお店のやつの方がなんかちょっと立派ですね。あれが水道橋、今でも残ってるんですね。うわー、立派やな。今夜は学会のレセプションがあるので早く戻りましょう。学会ではね、いろんな人と交流するのが非常に大切なので、ソーシャルなプログラムが夜には用意されています。いやー、盛り上がってますね。こんな感じで会は進んでいきます。夜は人通りが少ないですね。メインストリートから一本入るともうすぐこんな感じです。早くホテルに帰って今日は休みましょう。最終日はまたアジア側に宿を取ったんですけど、ここはもういかにもホテルって感じのホテルですね。なので多くの観光客の方に安心して利用していただけると思います。あそこに見えるのは歴史的な駅ですね。なんかその周りに遺跡のようなものも見えます。早速行ってみましょう。あの古い駅舎を見ようと思って行ったらクローズドでした。近くのおじさん、あっち曲がっていったらいいよって言ってたのに教えてくれりゃいいのにね知らなかったのかな。そういえば確かに工事中ですね。市街に来るとサバサンド、これガラタ橋のところがすごく有名なんですが、僕はどちらかというとちょっとこういう船でやってるところちょっと挑戦してみようと思います。なんかうまそうです。期待できそうですね。皆さんにサバのこの焼いた煙の匂い、これがお伝えできないのが残念なんですけど、むちゃくちゃうまかったです。
こはインスタ映えするスポットらしく、なんかミーハーなんですけどやってきてしまいました。なんかでも僕的にはこっちの学校の方が興味をそそられましたね。このエリアむちゃくちゃおしゃれですね。なんか気に入ってしまいました。イスタンブールはどこに行っても猫と釣り人。イスタンブールも一歩中に入るとこんな感じですからね。まあちょっと夜とかは間違えないようにしないと。危ない危ない、別のフェリー乗り場に行ってちょっと間違えそうになりましたけど、まあ、係員さんに言ったら無料で門京行きのフェリーに振り替えてくれました。むちゃくちゃだから文字が読みにくいというか似てるんですよ。門京の夜の街にやってきました。なんか美味しいシーフードありますかね。ちょっと探しましょう。この間魚屋さんでボニートの花が咲いてましたよね。今ねカツオが旬なんだって。ということで今日ボニートセットにしてみました。こっちはねグーグーいや、美味しそうなグレープがあるな。グレープの絞りたてジュース。このぶどう美味しそうですね。これジュースにしてもらいましょう。お、自然な甘さ、美味しい。これは何でしょうかね。鶏のそぼろみたい。日本人には優しい味ですね。いかがだったでしょうか。イスタンブールの旅、非常に興味深い街なので1週間ぐらいかけてゆっくりと回られると自分のお気に入りのイスタンブールが見つかると思います。ぜひ面白い街なので皆さんお越しください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の旅でお会いしましょう。さようなら。トルコの歴史を感じる旧市街を中心としたヨーロッパサイドだけではなく、人情に熱いアジアサイドもまた独特の雰囲気があっておすすめですよ。Subscribe? Yes, hit the like button. Thank you so much.